FPS における反応速度の科学とトレーニングとは、皆さんはゲーム中に反応が遅れて打ち負けたと感じたことはありませんか？それは反応速度の問題かもしれません。人間の平均反応速度は200から250ミリ秒、速い人でも130から180ミリ秒ほどと言われており、反応は目で見て脳で判断してマウスを動かすという流れで決まります。たった 0.2 秒ですが、この差で勝敗が決まるのが FPS なのです。目の使い方などは他の動画でまとめているのでぜひ見てみてください。今回はそんな反応速度の科学について迫っていきます。先ほどお話ししたように、反応は目で見て脳で判断してマウスを動かすという流れで決まります。試しに反応速度テストのリンクを概要欄に貼っておきますので、皆様実際にテストしてみてください。ここで一つ重要なのは、この神経伝達そのものを劇的に速くすることは難しいという点です。2008年に心理学の研究で人間の反応速度を調査した研究でも、神経速度そのものは大きく変えられないことが示されています。では、なぜプロは一般プレイヤーよりも速く動けるのでしょうか？その答えは予測と音の活用にあります。人間は視覚よりも聴覚の方が反応が速いことが数々の論文で示されており、先日タロンバロラントがアップロードした動画では、タロン e スポーツの選手を対象に反応速度に対する実験が行われています。この実験の結果として、音と視覚の反応速度を比較した結果、視覚的な合図よりも聴覚的な合図の方が反応速度が約 21.33% から 33.17% 速くなることが分かっています。さらにゲーム自体の音量も影響しており、音量を大きくすると反応時間がさらに短縮されることが分かっており、サウンドありとサウンドなしで置きゲームのテストを行ったところ、このような改善が見られました。といった感じで、音と反応速度は大いに関係していることがわかります。ぜひ概要欄に動画を貼っておきますので、気になる人は実際の実験の動画も見てみてください。では、ただ爆音でゲームをするのが正解なのでしょうか？答えはノーです。ここで参考になるのが、フナティックが TikTok で紹介していたサウンド設定です。まず、Windows の設定からサウンドの詳細設定に飛び、そこで自分が使っているデバイスを選択してください。そしてそこから拡張設定に飛び、ラウドネスシンクロナイゼーションにチェックマークをつけてください。この設定を適用することで、銃声や足音の明瞭さが増し、音を頼りにした反応がしやすくなります。ただし、Discord など他のソフトウェアとの兼ね合い、音量の好みは人それぞれなので、自分に合う設定を見つけてみてください。次は敵の動きを予測するといった難しいお話になってしまうのですが、この予測はゲームでのエイムを改善するための主要な変数をコントロールすることにつながり、この変数を意識してプレイすることで反応速度が向上します。プロの e スポーツコーチであるウィザードヒョンの動画では以下の3つの変数が挙げられています。1つ目はターゲットの動きを制御することです。敵の動きを予測することでエイムの成功率を高めることができます。例えば敵がアビリティを使った後など、動きがより予測しやすくなる瞬間を狙って撃つことを指しています。2つ目に自分のキャラクターの動きを制御することです。当たり前に思えて意外とできていないのがこの動作。敵が自分を見ていない時など、動きを止めてマウスでのエイムに集中することで精度が向上することを指しています。3つ目にマウスの動きを最小化することです。予測によって事前に照準を合わせておき、マウスの動きを少なくすることでエイムの精度を上げることができます。フリーエイムなどもこの技能のうちに入るのではないでしょうか。エイムの精度を上げるにはエイム距離と時間が重要です。 FPS は単なる反射神経のゲームではなく、予測と状況判断が鍵になるのですとお話しされています。先ほどお伝えしたように、ゲームにおいて反応速度を向上させるトレーニングというものは論文からはあまりないように導き出すことができないと感じました。スポーツ科学ならいくつか例があったのでまとめたのですが、専門的な器具が必要なためスポーツスタッキング以外は現実的に難しいと思います。では我々が今すぐ実践できるものは何なのでしょうか。それは睡眠です。睡眠不足は反応速度を最大 30% 低下させるという研究があります。他にも唯一論文において今すぐにでも取り入れれそうな内容が、運動による即時的認知機能向上という研究で、10分間の自転車運動がその後の認知テストの反応時間に与える影響を測定したところ、運動直後に反応時間が最大50ミリセカンド短縮されたという研究結果が報告されており、これはおよそ 14% の認知パフォーマンスの向上を指しています。総合的に良い睡眠、運動が速い反応速度を生み出すと言えるでしょう。実際
海外の FPS コミュニティでは健康的な生活のガイドとして睡眠習慣や運動、食事などのガイドが作成されており、ゲームにおいてとても重要な要素の一つです。いかがでしたでしょうか。今回は FPS における反応速度の科学についてまとめてみました。要点をまとめると、1つ目は人間の平均反応速度は200から250ミリセカンド、速い人で130から180ミリセカンド。2つ目に、プロと一般プレイヤーの差は神経そのものではなく予測と音の活用。3つ目は実験では聴覚刺激の方が視覚刺激よりも21から 33% 速い反応を引き出すことができる。4つ目に音量やサウンド設定を工夫することでより明瞭に音を捉え速い反応のきっかけにできる。5つ目に予測を生かしたターゲットの動き、自分の動き、マウスの動きの3つの変数を制御することがエイム向上につながる。最後に反応速度を高めるのは良質な睡眠と運動というのが今回のポイントでした。つまり反応速度を高めるのは魔法のような才能ではなく生活習慣、音環境、予測力の積み重ねなのです。さらに2022年に発表された研究では週14時間以上のゲームプレイそのものが反応速度を鍛えるトレーニングになっていることも報告されています。つまり FPS を日常的にプレイするだけでも脳はより早くより正確に反応するためのスキルを学習しているのです。FPS は単なる反射神経の勝負ではなく科学的に鍛えられるスキルだと言えます。皆さんもぜひサウンド設定や予測の工夫、そして健康的な生活を意識してプレイしてみてください。今後も FPS のパフォーマンスを科学的に掘り下げていきますので、気になった方はぜひチャンネル登録、高評価をお願いします。そして皆様が日頃から気になっていることや、FPS でのお悩みやリクエストなど、随時募集中ですので何かありましたら、コメントの方で教えてください。ということで今回もご視聴ありがとうございました。それでは次回の調査でお会いしましょう。イースター探偵団でした。